転入と編入の大きな違い。ああ、今日も学校行きたくないな。橋本さん、どうかした？悩みがあるなら先生が聞きますよ。のびすけ先生、実は今の高校いろいろあって通うのが嫌になっちゃって。でも親に通わせてもらってるわけだし、今さら辞めたいとも言い出せないんですよね。なるほど。それならいっそ通う高校を変えてしまうのはどうでしょう。この高校に行くのが辛いとか、一度高校を中退したけどもう一度チャレンジしたいという悩みを持つ人は意外にも多いんですよ。通信制高校に転入編入することも考えてみたらどうでしょ転入、編入？聞いたことはあるけど、私全然違いがわからないな。でもお金もかかるだろうし、入るのも大変なんじゃないのかな。う。では今日は転入と編入の違いを知りながら、どちらが自分に向いているかを考える時間にしましょうか。やった、よろしくお願いします。そもそも転入と編入って言葉が似ててよくわからない。二つは意味が違うんですか？そうなんです。言葉は似ていても意味は違うんですよ。転入とは、現在まだ他の高校に在籍している生徒が別の学校に入学することです。転校をイメージしてもらうのがいいかもしれません。空白期間が空かない分、同級生と同じタイミングで卒業を目指すこともできますね。なるほど。一方、編入とはすでに他の高校を中退した生徒が別の学校に入学することですね。前の高校で取得した単位を編入後の高校で引き継ぐこともできるんですよ。ただ、高校1年生で単位を取得する前に中退した人が他の学校へ移る際は、編入ではなく再入学という形になることに注意してください。なるほど。じゃあまず自分の状況を考えて、どっちが当てはまるかで変わるってことですね。転入と編入の違いは分かったけど、2つの違いは何かに影響してくるのかな。大きく言うと、入学時期、単位の引き継ぎ、卒業時期があります。これらはすべてつながっているので、詳しく説明していきますね。お願いします。まずは入学時期について話していきましょう。転入であればいつでも受け付けている学校が多いですが、編入となると時期が決まっていることもあるんです。だから編入だとすぐに入学することができずに、どの学校にも在籍しない空白期間ができてしまうこともありますね。そっか、入学できるタイミングが違うんですね。それと、3年時に編入する場合は編入時期を考えないと、単位取得のためのレポートやスクーリングに時間を取られてしまい、受験勉強に集中できないという悩みを抱えることもありえますね。編入の場合はタイミングをよく考えておくことが大切です。ちなみに編入するには何かテストとかを受ける必要があるの？そうですね。簡単な面接や筆記試験、作文などがあることもありますが、生徒の現状を学校側が知るものなので、肩の力を抜いて受けてもいいと思いますよ。そうなんだ。さっき先生が単位について話してたけど、もうちょっと詳しく知りたいかも。単位は実は転入でも編入でも引き継げる数は変わらないんです。理由は、多くの全日制の学校で採用している学年制という仕組みですね。学年制では1年間かけて単位を取得するため、年度の途中で別の学校へ移ったり退学したりした場合は、その年度の単位を取得することはできないんです。そうなの？やっぱりタイミングを考えなきゃね。ちなみに退学をしてから編入となった場合は、数ヶ月間の空白期間ができてしまうので、その分単位取得のために使える時間が少なくなってしまいます。ここにも注意が必要ですね。ただ、転入であれば学校や授業の進み具合によっては授業への出席回数を加味してもらえる場合もありますよ。個人個人の状況によるので、学校と必ず相談しましょう。わかりました。先生、転入と編入の違いは卒業する時期にも影響があるのかな？そうなんです。単位の引き継ぎでも説明したように、編入の場合は転入よりも単位取得のために使える時間が少なくなることがありますね。そうなると必要な単位を取得することができなくなってしまうので、同級生と卒業時期がずれてしまう可能性があるんです。そもそも単位数が足りなければ卒業時期が伸びるのは転入も編入も一緒なので、自分が卒業できるようにサポートしてくれる学校を選ぶことも大切です。しっかりと考えて学校を選びたいですね。それでは今日のまとめです。まだ在学中の人は退学してから入り直す編入よりも
退学前に学校を移る転入がおすすめ。一度学校を離れる編入ではなくて転入を選べば自由に入学時期を選択できるので、卒業までの期間や費用を抑えることもできます。すでに高校退学している人は1年生からやり直す新入学よりも編入した方が早く卒業が可能。新入学よりも単位が引き継げる可能性のある編入を選べば早く卒業を迎えることができますね。今の状況をしっかりと考えたり、学校に問い合わせたり、親と相談したり、いろんな基準で決めていくのが良さそうだね。その通りです。ただ転入か編入かを迷った時には入学への柔軟性や卒業までの時間、そして費用の面で編入よりも転入を選択できないか検討することをお勧めします。いずれにしても転入でも編入でも新入学でも高卒資格が取得できることに変わりはありません。焦って転入を選ぶよりも卒業のタイミングは遅くなっても一度退学してじっくり考える時間を作りたいというのも一つの選択ですよ。確かにそうですね。説明ありがとうございました。